んにちは、モネです。ライフログという言葉を耳にすることが多くなりました。ライフログを素直に訳せば暮らしの記録。ちょっと言葉の意味が広すぎて難しいんですが、暮らしの記録を取ることで自分の行動や心の変化を発見して自分を豊かにしていくって感じみたいです。なので暮らしの記録を取るのが目的っていうよりは、その記録から自分を知るっていうことが大事なんですね。そんなライフログを始めてみたい人にぴったりなアイテム、マークスさんのライフログ用ウィークリー手帳を紹介していきます。それでは今日も楽しい手帳時間いってみましょう。今回マークスさんのライフログ用ウィークリー手帳を手に取ってみて、とにかく考えたのは、ライフログを紙の手帳でやる意味。いろんなものがデジタル化してすごく便利になってますよね。私自身デジタル化したものがいくつかあります。お店のログは食べログ、映画鑑賞記録もフィルマークスに変えました。デジタルと紙の良さってそれぞれ違います。例えばフィルマークス、好きな映画があった場合、その作品を手掛けた監督の他作品がボタン一つで出てきてくれたりと、いろんな情報を行き来できるのはデジタルならでは。検索の書きやすさもアナログではなかなか難しい部分ですよね。逆にデジタルでは難しいのが感情を乗せること。デジタルの文字はどうしても無機質なので感情が読み取りづらい。書き文字に感情って乗ってくるし、書き直しがデジタルよりしにくいからこそ書いてしまった言葉を大事にできる。何度も書き直しができないからこそ自分の感情の途中経過も出すことができるんですよね。デジタルだと何の気なしに結構さっと消しちゃうので。ということでね、ライフログはデジタルよりもアナログがおすすめなんです。マークスさんにはすでに週刊ブロックの商品があります。今回紹介しているライフログ用ウィークリー手帳はライフログに特化した手帳として2025年版で新登場しました。以前紹介させてもらったログダイアリーの時も思いましたが、真四角って可愛いですよね。真四角に加えてカバーが3種類。シンプルな PU 縫製ジャケットカバーは留めゴムがバイカラーのアクセントになってるんです。そしてクリアスライドジッパータイプは中にペンやマステなどの小物を入れられる仕様になっていて、便利なのはもちろん自分の持ち物で雰囲気がガラッと変わるので気分で変えられるのもいい。そしてギンガムチェックは可愛くなりすぎないくすみカラーがいいですよね。どれも可愛くて表紙選びに困っちゃいます。マークスさんのライフログ用ウィークリー手帳でライフログを記録するのをおすすめする理由がこのフォーマット。テンプレートになってるんですよ。手帳が続かない理由の一つに何を書いていいかわからないってあると思うんですけど、この手帳にはそのヒントがたくさんあるんで続けやすいんですよね。テンプレートには1週間分のハビットトラッカー、1週間の振り返りができるレビュースペース、その週の幸福度と健康度を記録できる顔マーク、そして日々のスペースには ToDo か記録をかけるスペース、1日のトピックを書く欄、レビューを書くスペース、そして2月23日は富士山の日、11月3日文具の日といった記念日や一粒万倍日や二十四節気などが掲載されています。一粒万倍日は稲の成長から来てて、一粒の種から一本の稲ができて、この稲から万倍のお米が取れるっていう意味。少ないものからたくさんに増えることから大きな成果を上げられるってことで、何かを始めるのにぴったりな日って言われてます。マークスさんのライフログ用ウィークリー手帳はテンプレートがあるからこそ手帳初心者にぴったりって話をしました。レビューを書くスペースに映画、読書、音楽、動画などのアイコンがあることで自分の楽しみを記録しやすくなってます。映画を見た日であればタイトルや一言レビュー、そして星評価を書くといったシンプルな使い方ができます。他にも読書が好きな人であればレコードには読んだページ番号と読んで感じたことや今後の展開予想とか書いてもいいですよね。星評価をその日読んだ区間にすることでどのタイミングから盛り上がってきたのかわかるので、
一冊を読み切ってレビューをする時よりもより詳しく自分の感情の変化に触れることができます。そしてもう一つぴったりな理由があります。それがこの見開きで1週間になってるこのスタイル。手帳を始めたばかりの人は自分の型がありません。その型を探すのに見開き1週間のページがめっちゃ便利なんです。週間ブロックが1週間見開きで管理できるフォーマットなので、1週間ごとに使い方を変えて自分に合った手帳の使い方を模索することができます。1ヶ月だと長すぎて自分に合ってなかったら続けられないし、1日だと自分に合っているかが判断が難しい。1週間っていう期間が絶妙にちょうどいいんですよね。さらに嬉しいのが巻末にあるまとめページ。ビッシュリストやハイライトが書ける場所があります。100ウィッシーズでは1年の初めに今年やりたいことをリストアップして使うことで自分の楽しみを見える化できます。すぐに100個もリストが思いつかない人でもライフログを書いていると日々の記録の中でやってみたいことが生まれることがあります。今日見たあれが気になったみたいな、そういったものを思いついたタイミングで書くこともできます。100ウィッシーズが1年後に手帳を見返した時、思った以上に自分にはやりたいことがたくさんあったんだなって驚くはずですよ。そして100ハイライツでは1年の終わりに1年間で思い出に残ったこと、心に留めておきたいこと、気になったニュースなどを書いておくことで1年の振り返りができます。もちろん1年分を最後に一気に書く必要はありません。めっちゃね、感情が動いたことや特別な出来事があった日にこのことはすごく大事にしたいと思ったタイミングでね、書き込むこともできます。日々のログとは別に100ハイライツに一覧で残しておくことで1年終わった時に思った以上に1年だったことを実感します。今日の動画はライフログを始めてみたい人にぴったりなマークスのライフログ用ウィークリー手帳を紹介しました。暮らしを記録することで自分の心の動きや変化に気づきやすくなるライフログ。便利なフォーマットがあるからこそ続けやすいですよね。これからライフログをやってみたい人はぜひマークスのライフログ用ウィークリー手帳を使ってみてください。概要欄にリンクを貼っておくので気になる人はチェックしてみてください。今日も最後までお付き合いありがとうございました。今日の動画が参考になったよって方や楽しかったよ、応援してるよなんていう方はぜひグッドボタン、チャンネル登録をお願いいたします。いまいちだった場合も正直にバッドボタンを押しちゃってください。もっと楽しんでもらえる動画を作ろうと思わせてくれる私にとって大切なボタンです。それでは次の動画でお会いしましょう。モネでした。